こんにちは、ミミルのハンスです。今日はまた、2番目の、メイキングオブのビデオを発信します。テーマはメタバースのゼンデラを作ってみるということなんですけれども、ゼンデラをメタバースに載せるのに、いろんな技術を使います。で今日は、フォトグラメティという技術について、ちょっとお話ししますけれども、ちょっとこの間物入れで見つけたんですけどもですね、こういう、ガジェットが昔ありましたよね。覚えてますか？ビューマスターというものなんですけれども、私はそれは子供の頃にこれを使っていましたので、スウェーデンの方ですけれども、こんなコンテンツを楽しんでいました。で、今はそれを、進化してですね、こういう、人気のある、ヘルセット、オキュラスクエスト2を、使ってメタバースを体験するんですけども、同じ仕組みで、これもレンスが2つということが、わかりますね。レンスが2つがあるんですけども、なんでかというと、人間も目が2つあります。で、僕らは、目が2つありますので、臨場感を、体験することができる動物なんです。で、これを生かすために、ものを、3D 化にするんですけれども、実はカメラでもできるんですね。カメラは目が1個しかないですね。レンズ1個しかないんですけども、それを使ってですね、いろいろ工夫して 3D 化にする技術というのは、フォトグラメトリというんですね。で、それについてちょっとお話ししますけれども、最後は僕らは玉龍寺、このゼンデラを、どこまで 3D 化できたのかということを最後に、VR、の中に入ってですね、お見せしますので楽しみにしてください。しかし、技術もいいですけれども、僕らミミルは、歴史文化をすごい、大切にする人たちで、スタートとしては、玉龍寺の、歴史的な背景をちょっと話したいと思いますので、スタートしましょう。玉龍寺 The Temple of the Jewel Dragon。 伝説によると、諸国を暗記した行基が当地に薬師如来を奉安して硫黄禅東光寺として開いたとされる。現在の本堂が建てられたのは江戸時代です。宮大工の名前は残ってませんが、今年は本堂を再建した住職の250年の法事があります。院建築の寸法は確立されていて、屋根のカーブから柱と柱の間隔に至るまで自然のバランスをもとにほぼ決まっているそうです。世襲はあれと同じものを作ってくださいと、すでにある謀反となる建築を指定するだけで、あとは宮大工さんにお任せできます。例えば、長さの単位は尺で、柱と柱の間隔はこの尺を最小単位に決められます。畳のサイズは6尺 ×3 尺が基本サイズです。玉龍寺の本堂は方丈建築といって、禅宗の寺院の特徴が見られます。どんなものかというと、かぶい敷居に溝を設けて建具を滑らす画期的な技術の発案により、間仕切りを壁ではなく建具、特に引き戸を置き換えていることです。つまり、建具を全部外すと、柱だけが残った開放的な空間になります。今では当たり前に思えるかもしれませんが、これは当時は画期的なアイデアでした。みんながメタバースでこの美しいお寺を体験できるよう、僕らミミルは中の3つの部屋を 3D 化します。古来、神聖な建造物は数学的な原理に従って作られてきた。古代文明、
特にエジプト、バビロニア、ヒンズー、中国などでは、実用的な幾何学に関するかなりの知識があり、三角測量の前段階となる概念も含まれていました。二つの角度が分かれば、三角形が確定し、距離が分かります。実は僕らも三角測量をもとに、極流理を 3D 化します。キーワードは三角です。このイラストは人間がどのように距離を判断しているかを表しています。左目と右目は違う角度からものを見てます。脳はこれを利用して物体までの距離を判断することができます。これはある点から出た光線がカメラのセンサーに当たっている様子を表したものです。カメラはまず左側から撮影します。次にカメラを右に移動してもう一枚撮影します。カメラを動かすとポイントの視点が移動します。たくさんの点をキャプチャーすればオブジェクトの三次元形状を計算できます。前回のビデオでお寺の彫刻パネルについてお話ししました。パネルを様々な角度から何百枚も撮影しました。写真をフォトグラメトリソフトに取り込みます。これでパソコンは写真の中の数十万のポイントを三次元座標を計算します。ポイントをもとに三次元形状を算出します。ハイスペックカメラは多くのポイントを捉えることができるので、出来上がった形はとてもシャープです。別のプログラムで見てみると、よりよくわかります。問題が発生した場合、手作業で修正します。ここでは3枚のパネルをすべてご紹介します。フォトグラメトリと呼ばれるこの技術では、3次元の形状や質感を捉えられることができますが、素材の光沢などは捉えられることはできません。いかがでしたか？今回はフォトグラメトリのお話をしたんですけれども、実はこのゼンデラをメタバースに載せるためにいろんな技術を使う必要がありますので、それを、続けてお話をしたいと思います。ぜひとも次のビデオを見てください。それから忘れずに、気に入りボタンをクリックして、それからチャンネル登録もしてください。それではまたお会いしましょう。